こんにちは、OK ジャパニーズです。今日のテーマは毎日の習慣、毎日のルーティーンです。日課とも言います。僕の日課は何々をすることです。僕の日課は朝ごはんを食べるところから始まります。朝ごはんから始まります。なんていうふうにですね。で、最近読んだんです。村上春樹さん。彼は日本の有名な作家です。文章を書く人、本を書いたり、文章を書いて、暮らしている人ですね。とっても有名です。いろんな国の言葉に翻訳されているし、翻訳された本が結構人気ですよね。すごい。はい、それで彼の日課、ルーティンはですね、朝午前中3時とか4時に起きるらしいです。朝の3時4時ですよ。早くないですか？めちゃくちゃ早くないですか？そんな早く起きられます？僕は難しいかな。朝型の人なんですね、多分。僕夜型なんで、割と夜型人間なんですよね。彼は朝型です。で、彼は午前中3時4時ぐらいに起きて、そこからずっと執筆、文章を書く仕事ですね。本を書いたりエッセイを書いたり、ひたすら書き続けるらしいです。それで、お昼ご飯になったら休憩で、午後は趣味で走ったり体を動かすんだそうですね。午後には体を動かして外に出てっていうことをしているそうです。なぜかというと、物を作るには、文章を書くには、精神力、心の力が必要ですね。だから体を鍛えて、体を動かして強くする。そうすると力が出ると。体に力が出ると頭にも精神にも力がいく。だから大事。ジョギングが大事なんだそうですね。そう、体とね、心はつながってますもんね。それで夜は音楽を聴いたり本を読んだり音楽を聴いてリラックスするそうですね。その後は朝に備えて、朝に向けて早く眠るんだそうです。早く眠る。そういう習慣、毎日の習慣だそうですよ。皆さんはどうですか？どんな、習慣がありますか？毎朝起きてストレッチをするとかありますね。じゃあ僕のルーティーン、朝の習慣をお話ししますね。僕の朝は、遅いです。夜の夜型のね人ですから、ですね、朝は8時ぐらいに起きます。朝8時。もう皆さん動いてるんじゃないですか、その時間はね。もうみんなは起きてますよね。僕はそれぐらいに起きて、まだ寝たい、まだ寝ていたいな、でも起きなきゃいけないのか、起きたくないなって思っています。でも、もう一回寝ます。もう一度寝ようとします。5分ぐらい
でもそしたらアラームが鳴るんです。ピコン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 、アラームが鳴って、もう5分経ったの？もうあれから5分も経ったの？信じられないスピードだ。信じられない速さで時間が過ぎた。時間が過ぎるのは早い。特に朝はね。でアラームを止めて、アラームを止めたら心を決めます。覚悟します。もう起きるんだって。もう僕は今から起きなきゃいけないんだって。なぜなら仕事があるから。仕事があるから起きなきゃいけない。そういうふうに頑張って体を起こします。ベッドから体を起こして、で最初こうストレッチします。ってね、体を伸ばして。寝ている時はね、体が固まりますからね。体が固まってしまってる。硬いな、体が硬いな。よし、体を伸ばして、筋肉を伸ばして、筋肉を伸ばして、目を覚まそう。目が覚めますね。筋肉を伸ばすと。それで起き上がる。ベッドから起き上がったら窓を開けます。カーテンがね、うちはね、4つもあるんです。4つあるカーテン。1つの窓に4つもカーテンがあるんです。1、2、3、4ね、多いんですよ。大きい窓なんですね。横に長い窓で、それを開ける。窓を開ける。窓を開けたらきれいな空気が入ります。窓の外はいい空気。パーンって窓を開けます。そして水を飲みます。美味しいっていう風に水を飲むんですね。最初の水は冷たすぎない、冷たくない水を飲みます。冷たいと美味しいですけど、美味しいけど体が冷えちゃいますからね。体が冷えないようにぬるい水を飲みます。冬は水を温めて、水を温めてお湯にします。夜間でお湯を沸かすこともあれば、夜間でお湯を沸かしたり、めんどくさい時、時間がない時は電子レンジで電子レンジで温めます。で温めたお水を飲む。おいしい。で顔を洗って、顔を洗ったらひげを剃って、逆ですね。ひげを剃って顔を洗います。二度手間ですからね。もし顔を洗ってひげを剃って顔を洗ったら2回顔を洗う。それは2度も2回も顔を洗う。それはめんどくさい。手間がかかりますよね。手間がかかる。2度も手間がかかる。それを二度手間と言います。二度手間。そんな二度手間はしない。僕はね、朝は忙しいですから。それで、朝食、朝ごはんを食べます。最近の朝はパンが多いかな。パンと卵と、あと何かの野菜を食べますね。多いのはトーストにして、パンをトーストにして、で朝だからあんまり油は取らない。油っぽいものは取らない。油はあんまりいらないな。だからトマトとか何かレタスとか、トマトレタス洗ってそのまま食べます。めんどくさいからです。もうね、切ったりするのがめんどくさい。本当はね、ちゃんと切って洗って切って
食べた方がいい。ねえ、ちょっとそんな食べ方していいの？そんな食べ方していいのってねえ、もし子供だったら言われるかもね。子供の時にそういうことをしてたらお母さんにあんた切りなさいよ。あなた切って食べなさいって言われるかもしれない。でも今は一人、そして大人、そんなことは誰にも言われない。自由なんですね。非常に自由な生活。これはね、いいことでもあり、悪いことでもある。悪いことでもあり、いいことでもある。そんな話はいいですね。そんなことよりルーティーンですね。はい。それで、僕はご飯を食べたらバスに乗ります。バスに乗って仕事に向かいます。バスに乗ってね、仕事に行くのはね、楽ですね。1個で行ける。1本のバスで行けるんです、今。1回バスに乗ったら、そのまま仕事場に行けます。仕事する場所にね。仕事する場所にバス1本で行けるんです。あなたの学校とか仕事とか病院とか行く場所はどうですか？簡単に行けますか？遠いですか？あなたの仕事場は近いですか？あなたの仕事場は遠いですか？どうでしょう？で、仕事します。8時間働きます。普通ですよね。みんなだいたい8時間働きますよね。で、4時間まず働きます、僕は。4時間パソコンをずっとパソコンを見て、目が疲れたって言ってパソコンをやって、目に来る、目に疲労が来るな、目に疲れが来る、って言いながらパソコン仕事をします。そしたらお昼の時間、お昼はね、僕はもう外に食べに行きます。外で食べるんです。安いお店がね、日本はあります。日本は安いお店が結構ありますね。もしね、ヨーロッパとかアメリカに行ったらお昼高いですよね。外食は、外の食事は高いですよね。でも安いところもありますよね。あなたの国は安いですか？ね、日本は結構安いと思います。で、僕もね、最近のお気に入りはね、最近好きなのは定食ですね。定食っていうのはご飯とお味噌汁とあと一つ、ご飯味噌汁、あと何かのお皿、何かの料理、その定食が健康的で健康にもいいし安い。だいたいね850円、900円、900円とか850円、許せる。なんとか大丈夫。高すぎない。高すぎない値段、で食べられます。で、そこのお店のね、人がね、いい人なんですよ。本当にいい人。いつも笑顔でね、いらっしゃいって言ってくれるんです。いらっしゃい。今日は何にするって。今日は何にします？何を食べますかって。今日は何を選びますって言ってくれるんですね。なんかそのセリフって、その言葉って温かいんですよ。わかりますか？この意味が。普通のお店に行くと
今日は何にするとは言われないですよね。初めて行ったお店で今日は何にするって言われないですね。でもそこは初めてとか2回目で今日は何にしますって言ってくれるんですね。で笑顔でね。だからなんか落ち着くなこのお店。なんか温かい気持ちになるなって思うんです。だからいつも行きますね。コンビニでご飯を買ってもやっぱり人との触れ合いはないですもんね。人とこう話さないですよね。お店の人も忙しいからね。お店の店員さん忙しいからいらっしゃいませ、ありがとうございました、そういう言葉だけですよね普通は。でもその定食屋に行くと何にしますって大盛りにする、大盛りじゃなくていいの、ね、ご飯たくさん盛り付けるのを大盛りって言うんですけど、大盛りにできるんですよ。僕も時々大盛りくださいって言いますね。でも大盛りじゃない時は普通でって言います。普通の量で、普通の量でいいですよってね。そういう話ができる。ここが僕の毎日の嬉しいルーティーンです。最近の楽しい日課はそこかな。嬉しい気持ちになるところですね。そういう時ってありますよね。こういつも挨拶してくれる人とかね、いつも挨拶してくれる人がいると嬉しいよね。元気にああこんにちはね、おはようございます、ただどうも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 って言ってね、今日も暑いですねって。いや本当にね暑いね。いつ終わるんだろうね。夏はいつまで続くのってね。じゃあ今日も頑張りましょうね、今日も頑張ろう、はーいなんてね、会話をしたりして、そういう時も気持ちが嬉しいですよね。はい。それで仕事に戻りますね。で仕事を終えて帰りもバスに乗って、バスに乗ったらスーパーに行きます。スーパーマーケットで買い物をしますね。でご飯を考えます。何食べようかな、何を作ろうかな食べ物の話ばっかり食べてばっかりですね。食べ物の話はでもやっぱ面白いもんね。面白いし好きですから食べ物はね。で最近は何が多いかな。炒める、お肉を炒める、お肉を炒めたり野菜を焼いたり、野菜を焼いたり、あとお魚、お魚って結構言うことが多いかなね。こう丁寧に言うとお魚ね。魚だとそのまんまね。お魚をよく食べますけど、お魚を焼いて、で食べて、で僕はねその後 YouTube、ポッドキャストを撮るんですね。最近はルーティーンです。最近はこれをセットして、マイクをセットして、カメラをセットして、でここにちょっと暗いからライトもあるんですよ。ね、左手にライトがあって、それでライトもつけて、よし撮ろう。で撮ったら編集です。パソコンに入れて編集、でコメントを読んだりね。コメントを読んでます。本当にありがとう、コメントをしてくれて。一人で喋ってるけど聞いてくれてるっていうのが分かって、聞いてくれてると本当によかったなって思います。
ね、ありがとうなんて言ってくれたら、いやいや本当にこちらこそ助けになってたら嬉しいです。ね、助けになるようなものを作っていきたいんですね。でみんなが日本語を聞いてわからないところは僕は何回も言います。これはね、何回も言ってちょっと違う言い方にもします。言い方をちょっと変えて、で順番を変えていったりして分かりやすいようにね。時々早くなっちゃう時もあるけど、早く喋ってる時もあるけど、その時はちょっとテンションが上がっている、気持ちが上がっている時、あとちょっと恥ずかしい時も早くなります。そんな風に僕は今話しています。でもとっても自然な日本語なんですよ。自然だし丁寧だと思います。ゆっくりだから、もちろんいつも日本人と話しているスピードよりは遅い。でそういう意味ではめちゃくちゃ自然、100% 自然ではないけど、でもこれを早くしたら自然になります。だから大丈夫、問題ありません。これを聞いて自然な会話の流れを覚えていきましょう。はい、今日は日課についてでした。ね、皆さんもいろんな日課があると思いますけど、教えてくださいね。じゃあ今日はまたこれぐらいで。さよなら。